ちは、これは自由帳です。今日はこちらのエチュードハウスのプレイカラーアイズピーチファームを使ったメイクをしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まずはじめに下地を塗っていきます。アルビオンのホワイトフィラークリエイター、いろんな下地を使ってきましたけど、やっぱりこれが一番好きで、これに戻ってきちゃいます。ピンク色の下地なんでくすみが飛んでくれますし、それでいて血色感は残ったままなのでとっても好きです。はい、こんな感じです。続いてコンシーラーを塗っていきます。資生堂のシンクロスキンコレクティングジェルスティックコンシーラーの202番です。こちらをクマのところに塗っていきます。ぼかしていきます。こんな感じです。ちょっとムラがあるんですけど、この上からファンデーションを塗っていくので、その段階でなじませます。はい、続いてファンデーションを塗っていきます。ランコムのターンイドルウルトラウェアリキッド B の01番です。これを濡れたスポンジで伸ばしていきます。こんな感じです。そしたらパウダーをはたいていきます。チャコットフォープロフェッショナルズエンリッチングパウダークリアベール。はい、こんな感じです。フーミーのちっちゃ顔シャドウでシェーディングをしていきます。まずこの小さめのブラシで細かい部分に影をつけていきます。続いて大きめのブラシでエラと額のところに影をつけます。そしたらハイライトを入れていきます。MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードです。はい、こんな感じです。やっぱりハイライトを入れると違いますね。肌の立体感というか。続いて眉毛を描いていきます。こちらイプサのアイブロウクリエイティブパレット。ちょっとこれ今日初めて使うのでどうなるのか不安です。やり方通りに描いていきます。この眉全体はこのオレンジか赤のどっちかを使うらしいです。今日はピーチファームを使うんでオレンジかなと思ったんですけど、赤も捨てがたいので混ぜて使います。これは
百貨店の通販で買いました。なんか買うときに送料がかかっちゃう金額だったんで、それの埋め合わせで買いました。なのでカウンターでやり方を聞いてないので自己流になっちゃうんですけど、この色も眉全体で書いてありますね。じゃあこの色を上から重ねていきます。アイブロウはデパコスを使ったことがないのでどんなもんか。このブラシがすごく使いやすいです。プラのとは全然違います。やっぱり結構これ硬いんですけどちょうどいいです。粉がボソボソしてなくて線が引きやすい。そしたら眉尻はこの暗い色を使うみたいですね。すごい。こっち側のブラシはすごく細く描けます。細かいところ本当にこれ眉尻が描きやすくてペンシルがいらないですね。ここまで細く描けるとこのパレット一つで完成しますね、眉毛が。そしたらこのライトベージュを眉頭にのせてここの眉頭をぼかします。はい、こんな感じです。すごい綺麗に描けた。ペンシルいらず。そしたら眉マスカラをしていきます。キャンメイクのカラーチェンジアイブロウ07番です。はい、これで眉毛は完成です。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。はい、ビューラーでしっかりまつげを上げました。アイシャドウを塗っていきます。エチュードハウスのプレイカラーアイズピーチバームです。この可愛らしいオレンジとかピンクとかブラウンの揃ったアイシャドウです。こちらのゴールドパールの入ったブラウンを上まぶた全体に塗っていきます。はい、こんな感じです。ゴールドパールが綺麗なカラーです。こちらのブラウンを上まぶたの際に塗っていきます。こんな感じです。こちらの少しピンクがかったゴールドラメ入りのパールを下まぶたに塗ります。はい、こんな感じです。そした
したら最後にこちらのピンクを下まぶたの黒目の中央にちょんとのせます。はい、こんな感じです。赤を足すと桃っぽくなりました。そしたら今日は涙袋の影を描きたいと思います。先ほど使ったこちらのイプさんのアイシャドウパレットのこの色で涙袋の影を描きます。ちょっとやりすぎました。優しくぼかしてこんな感じです。そしたらアイラインを引いていきます。キャンメイクのクリーミータッチライナー02番です。まつげの際にきます。指でピッとやると綺麗に目尻のラインができます。こんな感じです。そしたらマスカラを塗っていきます。ヒロインメイクロング&カールマスカラスーパーウォータープルーフ02番。こちらはブラウンのカラーです。はい、まつげをしっかり塗りました。そしたらチークを塗っていきます。ナーズのチークです。ちょっと黄みがかった白っぽいピンクです。こちらを頬の中心にます。リップを塗っていきます。資生堂のカラージェルリップバームの112番です。はい、こんな感じです。メイクが完成したので髪型を整えていきます。今日はこちらのビーチファームを使ったメイクをしました。このアイパレットは本当に可愛いですよね。もう見た目からして桃って感じがしますよね。せっかく春で暖かくなってきたのでちょっと桃っぽいメイクがしたくて今日はこちらのパレットを選びました。今日はこのブラウン2色とこちらのね少しピンクっぽいオレンジっぽいなんとも言えない絶妙なこのカラーとこのゴールドラメが入ったカラーを使ったんですけど、全体的に見たらオレンジのようなブラウンのようなメイクになったんですけど、それ以外にもこの赤とかこのマットのコーラルピンク、サーモンピンクというかこのカラーとかこのラメ入りのピンクのカラーを使えば赤っぽいピンクっぽいそういうメイクができたりします。今日ね使わなかった色立ちなんですけどすごく可愛いですよね。このラメがね角度を変えるとピンク色になるんですけど、こうするとすごいゴールドラメが反射して一瞬白っぽく見えます。そして今回やっぱり感動したのはこのイプさんのアイブロウパレットですね。使いやすいというか綺麗に眉毛が描ける。このブラシが2本ついてるんですけど、このブラシが本当に使いやすい。すごい計算し尽くされたブラシかなと思います。特にこっちがね、この細いのが眉尻描く用らしいんですけど、これが本当に
ペンシル使ってないのにペンシルで描いたかのようなこの細さ、ここがすごく描きやすかったです。このブラシだけでもだいぶ仕上がりが違うんだなって思いました。今までプチプラのケイトとかばっかり使ってたので、この仕上がりの違いにびっくりです。なんかアイブロウってデパコスじゃなくても良くないと思ってたんですけど、そんなことがないですね。高いものには高いだけの理由があるんだなと思いました。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。Twitter のフォローやチャンネル登録もよろしければよろしくお願いいたします。それではまた動画を更新いたします。